こんにちは。今回はポケットティッシュケースを作りながらマスタースケッチによる連動設計の基本を学んでいきましょう。さて、別動画で変数やスプレッドシートは形状を数値で管理する方法であることを解説しました。マスタースケッチは複数の形状が参照する共通の設計図です。視覚的にわかりやすく設計図の寸法を変更すると複数の形状も一括で変更することができます。まずは今回作るモデルを見てみましょう。ポケットティッシュを収納するケース本体とスライド式の底板で構成されています。一見すると単純な箱ですが、本体、底板を通す溝、これらが全てマスタースケッチから作られています。今回は完成後に寸法を変更しながらマスタースケッチの効果も確認していきます。では、マスタースケッチの考え方を説明します。通常のモデリングではボディごとにスケッチを作成します。しかし、ボディが増えてくると、寸法の修正漏れ、関連部品のサイズが一致しない、設計変更による手戻り、などが発生しやすくなります。そこで登場するのがマスタースケッチです。最初に基準となるスケッチを作成し、そのスケッチを複数のボディから参照します。つまり、設計図は1枚で、そこから複数の部品を作るという考え方です。今回のモデルでは、箱の幅、箱の奥行き、箱の高さ、壁面の厚み、底板や溝の寸法、これらの情報をマスタースケッチ側に集約します。そして本体や底板はその情報を参照しながら作成していきます。マスタースケッチの最大の長所は設計変更に強いことです。例えば箱の高さを変更した場合、本体だけでなく関連する部品も一緒に変更できます。また、寸法の管理場所が明確になるため、後からモデルを見直す時にも分かりやすくなります。一方で、注意点もあります。マスタースケッチに情報を詰め込みすぎると、逆に管理が難しくなります。そのため、今回は平面寸法用のマスタースケッチと高さや底板情報用のマスタースケッチの2枚に分けて作成します。それでは実際にフリーCADで作ってみましょう。説明が早すぎる部分は一時停止やスロー再生でご視聴ください。最初にマスタースケッチ専用のボディを作成します。このボディは部品ではなく設計情報を管理するためのボディです。わかりやすいようにボディの名前を変更します。ここではボディのラベル名を B_マスターとしました。スケッチアイコンをクリックします。XY 平面を選択します。このスケッチでは箱の外形を定義します。四角形アイコンをクリックしてください。ひとまず適当な場所に四角形を描きます。横サイズは 83mm、上から見た時の外形の横幅となります。縦サイズは 123mm、上から見た時の外形の奥行きとなります。四角形の対角2点を選択し、最後に原点を選択して対象高速アイコンをクリックします。これで外形の基準となる四角形が描けました。続いて壁圧を管理するための補助線を追加します。補助線は後で数式から参照するための寸法の入れ物として使います。補助線そのものは形状には使いません。では構築ジオメトリアイコンをクリック。補助線モードで直線アイコンをクリック。適当な位置に補助線を描きます。描けたら補助線を選択します。水平寸法アイコンをクリック。ここで長さ、つまり壁の厚みを 4mm と入力します。続いて長さの下に名前という入力欄があります。ここに壁の厚みだとわかるようにボックス、シックネスと入力します。このボックス、シックネスは変数として本体の厚みや隠し加工に利用します。それではスケッチを閉じます。作成したスケッチのラベル名をわかりやすい名前に変更します。ここでは S_マスター XY という名前に設定します。今度は前方から見たスケッチを作成します。スケッチアイコンをクリックしてください。XZ 平面を選択します。X 軸のところに先ほど作成したスケッチ S_マスター XY が表示されています。
このスケッチから横線の端点2点をストックして、上から見た時の外形の横幅をストックします。では外部投影アイコンをクリックしてください。外部投影は別スケッチの点や線を参照形状として取り込む機能です。まずは横線の左端をクリック、右端をクリック。これで横幅の情報をストックできました。続いて底板がスライドする四角形の溝の形を描きます。では四角形アイコンをクリックして適当に四角形を描画してください。次にこの四角形の底辺の端点を外部投影でストックした端点と寸法で拘束します。左側の端点同士を選択してください。垂直寸法で拘束します。長さは 4mm とします。今度は水平寸法で拘束します。左側の端点同士を選択してください。水平寸法で拘束します。長さは 2mm とします。これで四角形の左端は固定されました。続いて右端も同じように四角形底辺の右側端点同士を選択してください。水平寸法で拘束します。長さは 2mm とします。これで四角形の底面からの距離と横幅が拘束されました。今度は四角形の高さを拘束します。四角形の左辺を選択してください。垂直寸法で拘束します。長さは 4mm とします。続いてディスケースの高さをスケッチします。直線アイコンをクリック。ここでは原点を支点として垂直に線を描きます。長さは 45mm とします。角度は90度です。これが本体の高さとなります。スケッチを閉じてください。スケッチのラベル名を変更します。ここでは S_masterxg という名前に設定します。これでマスタースケッチの完成です。この段階ではまだ立体は作りません。ここで作成したスケッチは設計図として使うだけです。次はディスケース本体をマスタースケッチを参照して作ります。ボディアイコンをクリックしてください。ボディが追加されたらラベル名を変更します。ここでは B_main と設定します。続いてマスタースケッチの外形線を4本順番に選択します。選択できたらサブシェイプバインダーアイコンをクリックします。モデルツリーの B_main の中にバインダーが追加されます。続いてマスタースケッチの本体高さの線をクリックします。サブシェイプバインダーアイコンをクリックします。バインダー001が追加されます。取り込んだサブシェイプバインダーを 3D ビューで選択します。ここでマスタースケッチの形状とサブシェイプバインダーの形状が重なっているため正常に選択できません。そのためマスタースケッチのボディ B_master を非表示にします。ではサブシェイプバインダーで取り込んだ外形の四角形と高さの線を選択します。続いて加算パイプアイコンをクリックします。加算パイプはスケッチの形を指定した線に沿って押し出して立体を作る機能です。外形の四角形が高さ分押し出されました。このようにマスタースケッチから必要な情報を取り込んで立体形状を作成していきます。これによって後からマスタースケッチの寸法を変更しても自動で追従するようになります。続いて底面が抜けた箱形状にします。モデルをひっくり返して底面を選択してください。厚みアイコンをクリックします。厚みは数式で設定します。FX アイコンをクリックします。数式には(S_masterxy コンストレインツボックスシックネスと入力します。マスタースケッチ S_masterxy の中で補助線として定義したボックスシックネスを指定します。これで底面が抜けた箱形状ができました。では今一度マスタースケッチを表示します。今度は底面の板をスライドして差し込むための溝を作成します。マスタースケッチ S_masterxg で描いた四角形で箱形状を削り取って溝を作ります。この四角形の線を4本順番に選択します。選択できたらサブシェイプバインダーアイコンをクリックします。
モデルツリーにバインダー002が追加されました。続いてマスタースケッチ S アンダーバーマスター XY で描いた本体の奥行き方向の線を選択します。サブシェイプバインダーアイコンをクリックします。モデルツリーにバインダー003が追加されました。ではマスタースケッチを非表示にして 3D ビューからサブシェイプバインダーの四角形の面と本体奥行き方向の線を選択します。現算パイプアイコンをクリックします。現算パイプはスケッチの形を指定した線に沿って押し出して削り取る機能です。これで底板をはめ込む穴と溝ができました。ここまででサイズの数値を直接入力することなくマスタースケッチの情報を参照するだけで本体の形状を作成しました。次に底板を作成します。底板もマスタースケッチから作成します。ボディアイコンをクリックしてください。ボディのラベル名を B アンダーバープレートと設定します。マスタースケッチを表示状態にします。今一度マスタースケッチ S アンダーバーマスター XG で描いた四角形と本体の奥行きの線を使います。この四角形の線を4本順番に選択します。選択できたらサブシェイプバインダーアイコンをクリックします。モデルツリーにバインダー004が追加されました。続いてマスタースケッチ S アンダーバーマスター XY で描いた本体の奥行きの線を選択します。サブシェイプバインダーアイコンをクリックします。モデルツリーにバインダー005が追加されました。ではマスタースケッチを非表示にして 3D ビューからサブシェイプバインダーの四角形の面と奥行きの線を選択します。加算パイプアイコンをクリックします。これで底板ができました。底板もマスタースケッチの情報を参照するだけで形状を作成できました。あとは本体上面にティッシュを取り出す楕円の穴を開けましょう。本体ボディ B アンダーバーメインをアクティブに設定してください。本体上面を選択します。スケッチアイコンをクリックします。中心点による楕円アイコンをクリックします。中心は原点。縦の半径 45mm、 角度90度、横の半径 15mm。 楕円が描けたらスケッチを閉じます。ポケットアイコンをクリックしてください。長さは数式で指定します。数式にはマスタースケッチで壁圧として定義した(S アンダーバーマスター XY コンストレインツボックスシックネスと入力します。 OK でタスクを閉じてください。これで完成です。本体と底板は別ボディですが同じ設計情報を共有している状態です。これがマスタースケッチによる連動設計です。ここでマスタースケッチの効果を確認してみます。まず箱の高さを変更してみます。高さスケッチを 45mm から 90mm に変更します。ちゃんとスケッチの変更に追従して本体の高さが変わりました。では今度は本体の横幅を変更してみましょう。横幅を 83mm から 200mm に変更します。本体横幅が変わりました。さらに溝のサイズや底板のサイズも本体横幅に追従して変更されています。もし個別にスケッチを作っていた場合はそれぞれ修正が必要になります。しかしマスタースケッチを利用すると設計変更を1箇所で管理できます。今回はマスタースケッチを利用した連動設計について解説しました。マスタースケッチは形状を管理するための設計図のようなものです。変数やスプレッドシートは数値で管理しますが、マスタースケッチは形状管理です。変数、スプレッドシート、マスタースケッチにはそれぞれ得意な場面があります。モデルの規模や目的に合わせて使い分けてみてください。補足となりますが、今回は説明を分かりやすくするためマスタースケッチを専用ボディの中に入れました。ただし一般的には寸法や形状の定義はボディの外にまとめておく方が管理しやすいです。ボディの再計算時に不要なスケッチまで計算対象になる場合がありますので注意してください。また今回のモデルでは説明を簡略化するため溝と底板のクリアランスは考慮していません。3D プリントする場合は適切なクリアランスを追加してください。
それでは今回のフリーCAD入門講座は以上です。ご視聴ありがとうございました。